2023年冬。この日、亀沢はある問題に頭を悩ませていた。今回実施された物件をお買い取りさせていただいたのですけれども、正直今回は物件の再生ができないかもしれないです。かつてないほど困難な物件再生。男性が首をつられてお亡くなりになられていたわけなんですけれども、建物の面積もですね、かなり大きくて小規模なビルかなっていうぐらいの見た目でございます。何にせよ建物が立派すぎて解体費用に、かなり莫大な費用がかかってしまうというところが難点でございます。建物もね、しっかりしている建物ですので、できれば活用したいなと。これまで数多くの事故物件を再生させてきた亀沢。しかし、そんな彼の前に暗雲が立ち込めていた。ちょっと異常やな今年。同じ温度がね。はこちらでお一人で住まれてる。い。一人で住むには寂しすぎるわこれは。工事中に気になるものが出てきまして、怖いですね。怖いねなんか。月日は流れ、2024年11月某日。亀沢から連絡を受け、撮影クルーはとある場所に向かった。そこには昨年買い取ったという物件が。お疲れ様です。こちら呼んでいただいたんですけど、はい。もともと首吊り自殺がこちらの物件であって、どうこの事故物件を取り扱っていこうかというところで頭打ちしておりまして、社内でもかなり会議開いてましたけれども、ようやく、どういう方向性で活用していくかっていうのが見えてきましたので。この物件を再生するにあたり、亀沢はある決断をしたという。それはそうですね、こちらの物件を寺院に改装工事しようということで、これからこちらで私が住職の寺院を設立していきたいと思います。寺院設立。僧侶でもある亀沢は、創業の地である奈良に自身が住職となる寺院を設立することに決めた。遺品整理や特殊清掃に携わる亀沢にとって、寺院設立にはある特別な思いがあった。特殊清掃であったり、遺品整理のですね、供養とかいつもさせていただいてるんですけれども、こちらのお寺でもっとしっかりさせていただくことができればなと思いまして、寺院設立に至りました。後々には寺院設立後は写経であったりとか、宿坊体験であったりとか、いつも執り行っている我々関西クリーンサービスの現場での個人の方のご供養を兼ねてですね、ごまたきであったりとかお坊さんとかを招いてですね、説法の講話会とかそういうことを行っていきたいなと思います。2、3ヶ月で工事は完了したいなと思っております。もともとここは8畳の和室だったんですね。で、今和室があって押し入れがあったんですけれども、そこを今ぶち抜いてます。で、予定では不動明王様を飾る予定です。このラインあたりから不動明王様ですね、あと他の仏様も飾っていって、仏具などを置いていきたいと思います。どのように仕上がるのかちょっと楽しみですけれども。もともとどんな物件だったのか。一番初めは建築建材屋さんだったそうなんですね。ガレージの
天井高とかもトラックとかダンプカーが入れるようなかなり高さがあったりするんです。でその後いろんな所有者が変わっていってですね、前オーナーさんは、こちら1階で、法律事務所を営んでらっしゃったらしくて、で2階が弁護士さんの住居だったそうです。じゃあこっちからお2階上がらせていただきます。電気つくんかな、つかないか。で実はこちらの場所なんですけれども、こちら分かりますかね。ちょっとくぼんでいるところがあるんですけど、こっちから見た方が分かりやすいかな。ここですね。ここにもちょっと跡ありますけど、ここにこうロープをこうくくりつけて、こちらで首をつってお亡くなりになられておられました。昨年の話ですけれども、特殊清掃してほしいという依頼でした。死後2ヶ月ほど経過してですね、玄関入ってからもう刺繍が充満している状況でした。もう2階上がってもやっぱりハエとか虫もたくさんいましたし、もう刺繍も充満している状況ですね。凄惨な状況にはなっていたんですけれども、もちろん特殊清掃させていただいて脱臭作業もした上でですね、体液が浸透していた部分はもう全部張り替えさせていただきました。でその後にですね、そのご親族の方からこの物件自体を手放したいということで買い取りさせていただいたわけなんですけれども、やっぱりこういう物件ですので、もちろんご近所の方も、こういう事案があったということは周知されていますので、不動産の商品としては扱いにくいような物件でした。事故物件がまさか寺院になるとかお寺になるっていうのはなかなか考えられないようなことですので、正直私自身もワクワクしております。結構僕が気に入ってる場所がありまして、ちょっとよろしいですか。こちらはこの物件の屋上になるんですけれども、ご覧ください。すごい緑豊かな景色でしょう。あちらには立派な東大寺さんが見えるんですよ。こちらも奈良市内のね風景が一望できて、あちらの奥の山は生駒山ですね。こういう自然の山に囲まれているお寺ということでですね、お寺の名前は真言宗水緑山全勝院と命名させていただきました。全勝院という名前なんですけれども、よく座禅の禅という字ですね。静かな心で修行をすると、あと平和を象徴するという言葉で用いられることが多いです。で、勝という言葉はですね、幸福を表す言葉であります。見た目がどうしてもちょっと建物がお寺っぽくないんで、院と言葉を付け加えました。で、全勝院と名付けました。後日、寺院設立を聞いた2名の僧侶が物件を訪ねてきた。おはようございます。本日はようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。いわゆる事故物件でございます。ちょっと会長じっくり見立ってください。よろしくお願いします。今回師匠のご指示のもとでこちらの物件を寺院にするということで、千原聖賢さんと私の師匠である日本仏教協会の会長の中根さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こちら玄関になるんですけれども、予定ではこちらにお寺の看板がつく予定です。工事中なんですけれども、
もう土足で構いませんので、はい工事中ですので。失礼しますはい、失礼いたします。カウンターですね、やっぱね。これね、だから受付やったんでしょうね、これが。じゃあこちらもお寺で言えば内陣ですよね。あ、そうですね。はい。内陣でね、仏さんのおられるところなんで、はい一般の人は上がれないっていうふうに、はい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 。するようにするのが一番いいですよね。ごまも炊けるようにするんですか？ごま火事人的火災大丈夫ですかね。どうなんやろう。ぜでもひ炊きたいですけど。でももっとこれだったら高くせなあかんね。確かにこっちでやったらこっちは？小窓をこっちにですね。はい、そっちもいいですね。ないですね。作れそうですね。それで参拝の方々がこちらで畳でお座りになって照明も少し変えますか？いや正面もちろん照明もねもうやっぱりちょっと蛍光灯ではない。上も材も変えます。漆塗った方がいいんじゃん。高いでしょ。竜の絵でも変えてもらったりね。ね、いろんなことができますね。それは楽しみや。ここもシンプルにしたいとはもうね提案してるんですけどね。ただやっぱり真言の、仏具は、ちゃんと揃えて、したいのでね。はい。でちょっとご相談なんですけど、はい。ちょっと工事中に気になるものが出てきまして、ちょっとご確認いいですか、いただいて。はい。なんや。ちょっと怖い怖い。ですね。怖いね、なんか。こんな感じのものが。なんやろ、会長、これ。僧侶たちの目の前に現れた気になるもの。一体どこから出てきたのか。遡ること数日前。お疲れ様です。はい。物件の奥へと誘導する工事責任者。壁から気になる何かが出てきたという。中にですか？いや、外側に貼ってあったんです。ちょっと僕らもへえ。で、まあ中に何か入ってるのかなとは思ったんですけど。はい。今、はい。壁を今解体工事しているんですけれども、樹布のようなものが出てきたらしくて、今ちょっと職人さんよりお預かりさせていただいたんですけど、こちらの樹布が貼られていたということですね。これからお寺にしていこうということですので、やっぱりちょっと気にはなるんで、なぜこれが貼られているのかっていうことは、詳しい方に相談してみて、ちょっと聞いていきたいなとは思います。これどこから出ました？どのあたりから？これ、方角的に言うと鬼門なのかな。鬼門ですね。鬼門封じでやな。鬼門富士ですね。裏鬼門と思われる、角にもこれっぽいのがなんか貼ってる。じゃあもう鬼門です。あ、鬼門ですか。すごい、だからちゃんと立ててはったんですそうよ。ですね。気という字に気球の立礼って書いてあるんで、まさしく鬼門ですね。その時の建築主がちゃんとね、鬼門富士で。あっちにも貼ってる。はい。だからあそこにもありましたね。ありますね、あそこにもね。同じものがね。だから全部の鬼門の4方向にあるんじゃないですか。はい。邪気を払うという。払うじゃ入ってこない。入らない。とはいえ首吊りでなくなった。いや、そうなんですよ。だからこういうのことをちゃんとしてはるのに。これどちらかというとあれですか、神道なんですかね。仏教でもありますからね。あ、そうなんですか。鬼門富士と。あるんですね、僕でも。一番江戸時代に徳川のね江戸城の鬼門は、置いたとこは日光屋とかね、いろいろあそこに江戸にはたくさんお寺を作ってありますよね。鬼門の方向にわざと、お寺を置いて江戸城を守ったっていう。なるほど。今後もできればせっかくお寺になるわけですからちゃんと鬼門のことはした方がいいかもしれませんね。その時はぜひお願いします。よろしくお願いします。一行は建物2階へ。すみません、こちらお2階になります。はい。
ちょっとお部屋のご案内をさせていただきたいと思います。立派な作りですね。そうですね。全然床もきしみも何にもないし。結構構造もしっかりしてるんですよ。おこれ洋室ですね。ら、これ築何年ぐらいですか？築30年ぐらいだと思います。ああ、立派やね。ねはい。このちょっとレトロなクロスはクロスでええけどな。レトロなこれ。こちらは洋室ですね。はい。一人で瞑想したりするそうですねね。部屋でももうあ今日勉強したりね。ね立派な。書籍を読むとか。これもまた立派な和室。 8畳続いてますからねね。昔はね、昔の家はこういうのでなんか宴会とかする時だけそうです襖外してあ大ー勢の時はもうみたいな。えランマも立派なのがあって。なるほど。掛け軸ちょっと置いて、あまり派手にしないで。やっぱりここはやっぱりちょっと小さな机で置いてもらって、はい。写経しながら写経静かにねしてもらって。土仏作ったりね、よくやってありますね。なるほど。もしかしてちょっと感じられてたのかもしれないんですけれども、実はこちらで首を吊られてお亡くなりになられてました。もうこの辺りももう死後2ヶ月え遺体ももう溶けてドロドロの状態で、しかも真夏だったんですよ。結構全部屋ハエがかかっている状況で、匂いもすごいですし、もう血だらけの状態でした。まあ、全部もう張り替えたんですけど、なるほど。だからここ新しいですね、これ畳と。そうですもう全部新しいですね。入れ替えてます。まだこちらの方にちょっとロープくくったあへこみが、こなるほど。こにロープくくってあった。でもこんな高さで首なんてよくくくれますね、こそうですねれ。。これでまた紐がプランとあるんですもんね。はい、そうです。よくドアノブにかけて死ぬ人もね、そうですよねいますからね。ああ、そうですね。ああいう方もだってそういうこともう自分から体重かけてやるわけですから。一緒と応答もなく。僕たちは見てないですけれども、もしかしたらあったのかもしれないですね。あったかも。警察入った後ですもんね。警察入って遺体も引き上げた後で、まあ、ご依頼者様が、はい、息子様だったんですけれども、まあ、お亡くなりになられた方とはちょっと疎遠だったそうで、ああ、なるほ今派遣も遅れたという。ど。なるほど。こちらでお一人で住まれてた。一人で住むには寂しすぎるわ、これは。ちょっと寂しいですね。寂しいねこれだけ大きな建物で。で、こう家族と暮らしてた時の思いとかそうがだと思います。ねはい出てくるやろうし。もうお風呂も回収ね、今潰してるんですよ。もうなくしちゃうんですか？はい。いや、新しいお風呂入れて、まあ、宿坊宿坊、体験的なことができればいいなと。宿坊ってのはみんなで泊まった人が掃除してもらって掃除して帰るっていうのが一番いいんじゃないですか。ああ、そうすると合宿的なそ感じですか。れももう宿坊の意味ですから、ああ、そうなんです。お寺の体験で昔はみんな旅の人がね、お寺泊まって。お食事の提供しなければあ、そうですか。保健所の許可とかいりませんからね。ああ、そうなんです。自分で作るっていう。なるほど。ああ、そういうことか。山は見えるしね、いいですね。外国人さんも喜ぶんじゃないですか。これでもちょっと12月の紅葉ちゃうかこれ。ちょっと異常やな今年。今年暖かいですもんね。でも今12月やね。まだちょっと色づいてないって感じだもんな。一行は周囲を見渡せる屋上へ。あ、これ立派な。わあ、あ、山もね見えて、東大寺。東大寺が見えますよ。はい。ええ場所、ええ場所。この屋上なんか活用できないですかね。要は大きなはい。会社のはい。社宅とかこういうところに社作ったりしてますよね。ああ、やってますね。七福神置いてたりとか。ああ、はいはいはい。なんかね。はいお参りできるように。はいはい。はいはい下が本堂で、はい上にもなんかそんなちょっと縁起物の。はい。あれ釜とかは置けないんですか？屋上に勝手に。ほんなら土仏作ってここで焼いたらええわ思ったんやけど。無理か。煙が上がるとそうか、そうやね。消防自動車が来ちゃうとね。この屋上からは街ににぎわいをもたらす明るい兆しも垣間見えるという。星野リゾートができるのが今建設しているのが
見えるかなこれ。本当にあのピンク色のクレーンかな。はい、もう近くですよね。もともと奈良少年刑務所っていうのがあって、なんかレンガ造りで、まあそれを残したまま、あ、そうですか。はい、残したまま。するみたいです。中をいじって、まあこういったのどかなもうね。寺院になります。ぜひ完成した際にはあ、ぜひぜひまたお読みください。ほんで法話ではい。お越しいただきたいなと。あとそうです写経の会もはい。したいですし、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ご法話会もいいんじゃないですか。はい。ご法話、はい、ぜひお願いします。近鉄奈良から来ましたけど、すごい立地条件がいいのでね、インバウンドの外国の方も日本の方もみんな来られるのが一番いいですよね。奈良の方も新しいお寺ですけどお参りに来るとか、いろんな供養してもらうというこというので、そういう場にしてほしいですよね。新しく作るの楽しいやん。だからね、あれもしたい、はいこれもしたい言うて、若いディレクターにありがちな、あれもこれも詰め込んでもうて全部が短くなって詰め込みすぎで全然思わない番組みたいにならんように、ちゃんと考えていいお寺にしてもらえたらなと思ってます。はい。本日は遠いところからご足労いただいてありがとうございます。ありがとうございまました。た完成の際には、はい、ぜひ楽しみにしております。お招きさせていただきのでよろしくどうぞお願いいたします。どんな困難も払いのけてきたその経験が亀沢を後押ししている。できるかできないかではなく、やるかやらないか、物件再生の新たなチャレンジ。ゴッドハンド亀沢始動。